どうも、田舎もんです。現在僕が生活しているこの物置なんですけども、柱の一本のね、根元が濡れているっていうことにね、端を発しましたこの壁いじりシリーズ。もともとあった棚を解体して、壁を剥がしてね、こんな感じで腐った柱を交換していきました。まあ途中ね、結構ね、頭抱えたりしながらなんですけども、なんとかね、壁が出来上がりました。で、本格的に寒くなってきたんで、今回はここにね、煙突を通して薪ストーブの設置を進めていこうという感じなんですよね。で、ストーブはもう完全にね、これインテリアの一部と化してしまってるんですけども、こちらをですね、この穴を開ける場所まで運ぶという作業が入ってきます。このストーブは本間製作所の HTC50TX といって定価は9万円ぐらいなんですけど、なぜかね、近所のホームセンターで注文すると8万円弱で買えるというね、不思議な価格設定なんですけど、言ったら安物で小さいサイズなんですけども、それでもね、やっぱ100キロぐらいあるんで、どういう風に運ぼうかなと思って考えた結果ですね、こういう風にブルーシートを引いて、上に布を引いて、滑らすっていう感じですね。これだとなんとかね、運べるようになりました。ただね、このシートも敷布団も外にほったらかしたんで広げたら中からカメムシ20匹ぐらい出てきてね、もう家中すごい匂いに包まれましたよ。結局ね、2メートルも運んだらかなり息が上がってきましてね、ちょっと疲れたんで、このメガネ石に合わせて穴をね、開けていきます。で、外の壁はね、これトタンですので、グラインダーでビャーっと切っていきます。一応火花がね、壁とトタンの間に入ったら怖いんで、テープで塞いでいます。それにしてもこうやってね、グラインダーで丸く切るって結構難しいですね。結局最後はハサミでね、トゲトゲになっちゃいましたよ。で、いつも通りね、亜鉛のスプレーかけて一応錆止めをしておきました。ここから眺めるとね、結構いい眺めなんですよね。丸い窓ってやっぱりおしゃれかもわかんないですね。そんな話は一旦置いときまして、こちらね、メガネ石をはめて、残りのね、壁の部分を埋めていきます。そしてこれね、カバーがはまるかなと確認したんですけども、どうやらね、壁が薄すぎるというか、メガネ石がはみ出てて、ちょっと浮くんですよね。なので、適当にこんな感じで厚みを出してあげて、なんとかごまかしておきました。これ邪魔なんで後からもう一回外すんですけどね。そして煙突の部品なんですけども、お風呂場がね、僕の家は外にあるんですけども、その脱衣所にね、煙突転がしてあるんで、それを回収してきまして、こんな感じでね、90度に曲がる煙突とか、直筒の煙突とか、基本的に全部一番安いもので揃えています。ただ、壁を通す部分だけはね、ちょっと怖いので、このね、メガネ板用の断熱材を使用して、簡易的なね、二重煙突にしています。で、こちらのね、断熱材、本場のね、オンラインショップで購入してます。1960円でね、売ってますのでね、Amazon とかで買うとね、無駄に高いんですよね。こういった煙突の部品とかはね、結局ね、本間のオンラインショップで買うのが一番安いような気がしますね。送料もね、1万円以上買うと無料になりますので、結局ね、でもね、1万円以上買おうとしてね、無駄に買い物してるっていう節はありますけどね。で、初めね、これ、うまいこと入ったんですけどね、煙突の向きを間違えてましてね、入れ直したら今度全然はまらなくなって、結局このね、断熱材入れ直すっていう羽目になりました。で、これね、ほんと体中チクチクするしね、喉もね、結構変な感じになるんですよね。マスクと手袋は必須ですよ、これ。木の棒とか使って、なるべく内側の煙突が中心に来るように、均等にね、断熱材を押し込んでいきます。このね、簡易な二重煙突のやり方って多分いろいろやり方あると思うんで、もっと安い方法ね、あるかもわかりませんね。外側はこんな感じになってますね。断熱材が行き過ぎないように軽く折り曲げてあります。メガネ石と煙突とか、メガネ石と壁の間とか、結構隙間ができるんで、そこにね、先ほどの断熱材、割り箸とか使ってね、押し込んで、で、カバーつけるのはこの段階に来てからでしたね。そして外側もね、同様にカバーをはめていきます。薄々ですけども、この段階でちょっとやっちまったなっていうところがあるんですよね。どの辺で僕が失敗してるかっていうのをね、含めて後半ね、ご覧いただけたらなと思います。で、翌日ですね、何かしようとするとマジで雨が降る雨男です。
一応ね、この断熱材、湿気をすると良くないなと思って、アルミテープをね、して、蓋をしておきました。このテープ一応316度まで耐えれますので、まあ大丈夫だと思います。そして煙突をね、上へ出して、こんな感じにしていきました。あとはね、支えのステイを使って固定していくんですけども、まあ結構ね、雨が本降りになってきましたね。で、ここでね、さっきの落ちじゃないですけども、煙突ね、めっちゃ斜めなんですよね。まっすぐ出すとね、木材とか瓦に当たるんですよね。マジで開ける位置ちょっとずれてましたわ。いや、完全にやっちまったな。どうしようかなと思ってね。一応ね、法律的には、この可燃物から15センチ煙突を外す必要があるんですよね。なので、ちょっとやり直しかと思ってね、穴開け直すのマジで嫌やなと思った時に、いいこと思いつきました。このね、45度の曲がりを入れたら全部解決するってことはね、気がつきました。マジでごまかしの天才ですよ、僕。まあ、人生自体半分ごまかしでやってるようなもんですからね。まあ、こんな感じでやると、まあ、煙突効果はね、弱まるとは思うんですけども、まあ、やり直すよりか早くてね、まあ、それなりの綺麗さで出来上がるかなということで、こちら、全部付け直していきました。これで可燃物との距離はですね、15センチから20センチぐらい確保できましたので、まあこれでいいでしょう。まだ若干斜めってますけどね、まあこの辺は気にせずもう行きました。そして部屋の中へね、戻ってきまして、薪ストーブをね、この煙突の下へうまくね、配置するという、まあこの微調整がね、結構大変でしたけどね。とりあえずこんな感じで薪ストーブは配置しようと思います。そして本間製作所からですね、煙突が届いてますので、こちらをね、つけていきます。これ何かっていうとね、伸び縮みする、まあスライド煙突ってやつなんですけど、これがあるとね、メンテナンスがすごい楽になるんですよね。以前僕が薪ストーブ使った時はここを直投でやっちゃったんで、この中を掃除するたんびにですね、煙突全部外すっていうクソめんどくさかったんですよね。なのでちょっとここは奮発して、このスライド煙突を購入しました。値段自体は4050円でしたね。で、送料を無料にするためにね、なんかいろいろ無駄な買い物をして結局1万円以上買うっていうね、まあ本間さんの本当に思うツボって感じですよね。煙突とストーブの隙間にね、このガスケットロープの 6mm ですね、こちらを押し込んでいきます。まあハサミで簡単に切れるもんですけど、こちらをね、押し込んでいって、隙間を埋めるって感じですね。まあ、ここでもね、割り箸が活躍するんでね、本当にね、割り箸様々ですよ、本当に。まあちょっとよく知らないんですけど、こだわる人とかはここに耐火セメントとかをつけるんですかね。まあ、僕はいつもこれだけでやってますけど、特に問題はないですね。という感じで、これでね、火をつけれる状態になりましたんで、軽くね、ガラスを拭いてあげて、ちなみに灰をつけるとね、結構綺麗に汚れが落ちます。まあガラスが傷つくとか言う人もいますけどね、まあ、あんまり細かいことは気にしてません。何が信用できないかっていうとね、自分のやった仕事が一番信用できないんでね、結構ね、まあ恐る恐る試運転をしていこうという感じですね。さすがにこのままだとね、後ろの壁がやばそうなんで、キッチンに転がっていたはずの、こちら、外壁ですね。まあ、こちらを立てかけて試運転。まあ、ストーブ自体ね、シーズン初めにはだいたい200度ぐらいで1回なら試運転してあげてねっていう風に説明書にも書いてあるので、まあ、煙突のね、設置とかに問題がないか、危ないところがないか、まあ、その辺も含めてね、一旦試運転をしていこうという感じですね。食事の時からお世話になってきた割り箸、最後はね、焚き付けとして活躍してもらって役目を終えてもらいます。で、一旦外へ出てきまして、煙の流れをね、確認してみました。ちょっとね、雲の色と一体化して見えないですけども、まあまあ、うまいこと煙は流れてるようです。まだまだ煙突が冷えててね、ドラフト効果は弱いですけども、まあこんな感じで煙も出てますね。この穴からね、煙突掃除できますんで、この蓋付きのね、90度を壁出しする方はね、絶対入れた方がいいですよ。そして目標のね、200度まで上げるために空気をバンバンに送り込んで温度を上げていきます。
この思いっきりね、勢いよく燃やしてる状態の時で、20煙突の部分が90度ぐらい。このね、温度計がどれぐらい正確かってところはありますが、水をかけてもね、ジャーッと蒸発しないんで、100度は超えてないっていう感じですね。で、一方、シングル、一重の方はというと、130から140度ぐらい。一応念のためね、触ってみたら、ジュッっていう音とともにね、指の皮膚がひっつきそうになって結構焦りましたけどね。で、背面もじんわりと暖かくなってくるんで、この辺はね、ちょっとカバーしてあげないと低温のね、炭化現象っていうのがあるので、ちょっと怖いですね。で、メガネ石をこれ触ってますが、ここは全く熱くないですね。やっぱり二重効果は結構大きいですね。そうこうしてたら本体の温度が目標であるね、200度まで上がってきました。ということで、この日はね、試運転終了して消火していきます。そして、この日はね、炉壁を作っていくという感じですね。いろいろ調べましたが、基本的には可燃物とストーブ本体の距離は1メートル以上空けるというルールみたいです。そして炉壁を作る場合は、薪ストーブと炉壁の間がまず 27.5 センチ、それに加えて元々ある壁と炉壁の間に空気層を 2.5 センチ、合わせて30センチ開けるというルールになっています。壁にね、外壁材貼っつけるっていう方法もあるかもわかんないですけどね、結構苦労した壁なんで、なんか蓋するのはね、なんかすごい嫌で、ついたてのような感じで枠を作って立てるっていう感じで進めていこうと思います。で、この炉壁のね、枠を作るにあたって、燃えない材料何があるかなと思って調べたら、経点がね、安くて扱いやすそうだったので、こちら、片道1時間かけて買いに行ってきましたよ。近所のホームセンター置いてないんですね。で、こちらね、後から気がついたんですけど、ランナーと呼ばれるね、レールみたいな部品があるんですよ。で、それを使えばもうちょっとね、綺麗にね、枠を作れたかなと、今になって思うんですけども、この時はね、手元にあった金折りで止めてきました。で、一応ビスもですね、経点用のビスを買ってきまして、こちらで止めていってますね。正直ね、結構グラグラなんですけども、でも思ってたよりかはしっかりつくなって感じですね。ここにね、板を張ってきますんで、使えるかなっていう感じですよね。ということでね、ここはちょっと早送りで作業を進めていきます。こんな感じでね、アルミの材料と戯れながらですけども、でもなんとかこんな感じで枠ができたので、この外壁をね、今度は切って貼り付けていきます。で、この外壁を切るようにね、グラインダーの刃をね、買ってきたはずなんですけどね、どこに行ったか1時間ぐらい探したけど見つからず、もうしょうがないんで、そのまま普通の鉄鋼用のやつで行きましたが、なんとか切れますね。ということで、ちょっと最後は駆け足になりましたが、本体部分は29センチ、天板合わせると 27.5 センチ、そして空気層は4センチから5センチ以上は空いてるので、大丈夫かなと思うんですけどね、いかがでしょうか。そして、ただね、立てかけてるだけではちょっと不安なんで、煙突の支えの部材の余りで、このキーのところにね、ボルトで固定しておけば、そうそうね、こけてくることはないかなと思います。ということで、こんな感じで一応炉壁出来上がりました。薪ストーブ向かって左側の真柱ですね。こちらは意味がないので、そのうち外します。で、レールのところはもう全くね、熱くはならないんで、これで一旦ちょっと様子見てみますね。いつも通りね、結構加減な出来上がりになっちゃいましたけども、最後までね、ご覧いただきまして、本当にね、感謝ですよ。マジでね、寒くなってきましたけども、とりあえず薪ストーブあったらね、投資することはないかなっていう感じですけどね。ただ隙間風は相変わらずえげつないんで、ストーブの前から今度動けないっていうね、生活が始まりましたけども、そんな感じでね、今年1年、なんとかこれで乗り切っていこうかなという感じですね。この動画がね、炎上しないこと、そしてこの家がリアルに炎上しないことを祈って、この動画をね、締めくくりたいと思います。